ご視聴ありがとうございます。今回は新宿駅を起点とする京王電鉄の地下区間のご紹介です。通過どころか経由すらしない2駅ができた事情と、コロコロ変わるトンネル構造、そして唐突に現れる廃駅に隠された歴史を解説します。いまいち不便な新宿駅が4年間だけになっていた大きな役割にも注目です。駅が2つあるのに駅跡が1つしかない理由とは一体何でしょうか。ここは京王線の起点、新宿駅です。今回ご紹介するのはこの先の地下区間ですが、この駅のカオスな構造と歴史を取り上げた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。この改札は東京メトロ丸の内線などへの乗り換えが便利な改札で、正面にある5段式の発車案内表示器が特徴です。3月のダイヤ改正で日中は確定と特急のみに再編されました。その案内を見ていると、各駅停車の尾行に気になる文言が現れます。次は笹塚に停車、初台、幡ヶ谷は通りません。各駅停車なのに停車しない駅があるのも不思議ですが、止まりませんではなく通りませんとなっているところに、訳ありな感じが漂います。ホームに降りてきました。ホーム上の発車案内表示器にも、先ほどと同じ文言が表示されています。そしてこのホームの駅名板では、隣の駅は初台ではなく、笹塚となっています。それだけではありません。列車のドア上表示器には、初台、幡ヶ谷へは、新線新宿駅4番線からの電車をご利用くださいとの文言が流れます。そして LCD 表示器を備えた車両の場合、よりわかりやすい案内が出されます。初台、幡ヶ谷の両駅は、京王新線と呼ばれる別の路線にしか駅がありません。そして私が今いるのが、京王線新宿駅。もう一つの新宿駅が、新線新宿駅と呼ばれています。新線新宿駅へと向かいます。二つの新宿駅は改札内で繋がっているものの、乗り換えの動線は3番線の端に設けられた、この狭い通路だけとなっています。一度下に降りた階段は再び高さを上げ、エスカレーターに突撃です。なお、この真下には、京王線新宿駅を出て右カーブを描く、京王本線の線路が通っています。エスカレーターの右にある看板には、初台、幡ヶ谷方面の表記があります。京王新線は3駅先の笹塚までですが、笹塚駅の名前はありません。そしてその下には、都営新宿線の案内が。ホームの番号は、京王線新宿駅から連番になっています。長いエスカレーターに乗りますが、ホームへはこれ一本では行けません。長いエスカレーターを切り返し、地下深くにある新線新宿駅に到着です。3面3線の京王線新宿駅に比べ、1面2線のかなり単純な作りです。そして駅名板では、隣の駅は初台となっています。ホームの様子がこちらです。そしてこの駅、ホームドアのデザインが左右で違います。京王のコーポレートカラーをまとった右側に対し、左側は都営新宿線のラインカラーとなっています。そして左側に停車しているのが、都営新宿線の最新型、10300型です。なんだか地味なホームに停車している、都営の車両。路線図を見ると、笹塚駅で分岐した京王本線と京王新線のうち、京王新線だけが右側に伸びています。そう、京王新線の役割は、この駅で接続する都営新宿線と線路をつなぐことです。新宿駅周辺の位置関係がこちらです。JR などのホームと同じ向きにある京王線新宿駅に対し、新線新宿駅は直角に交差し、東に伸びる都営新宿線につながっています。多くの列車がこの駅で折り返すことなく運行されるため、一面二線の単純な構造となっています。新線新宿駅が開業したのは、1978年10月。80年3月には都営新宿線も開通し、相互乗り入れが始まります。それまで京王本線にあった初台、幡ヶ谷の両駅は、京王新線の開業に伴って新線側に移設されました。駅自体がないので、京王線新宿駅の駅名板では隣が笹塚で、通りませんという表記になっていたのです。新宿から笹塚までの距離は 3.6 キロ。この先、笹塚までの間でぐねぐねと曲がる京王本線に対し、大通りの真下を走る京王新線の方が、多少線形は良くなっていますが、京王線のターミナルは、あくまで京王線新宿駅。
毎時12本が発着する京王本線に比べ、新線の本数は少なく、看板種別である特急や有料座席指定列車の京王ライナー、高尾山観光向けの列車であるマウント高尾号などは、新線では運行されていません。また、京王線に直通する列車も、途中の調布で分岐する相模原線乗り入れが大半で、サブ系統の位置づけになっています。新線新宿駅は、後から作ったこともあって深い位置になり、駅自体の利便性よりも、乗り入れのための接続駅といった意味合いが強くなっています。ただし、初台、幡ヶ谷の両駅が、新線の開業と同時に移設された理由は、これだけではわかりません。ここから、その謎を解き明かしていきましょう。京王線新宿駅に戻ります。この列車は、京王本線の各駅停車。隣の笹塚駅まで乗ってみます。発車してすぐ、半径110メートルの右カーブに入ります。速度制限は最高でも時速30キロ程度。そしてこのカーブの途中で、きつめの上り勾配になり、その先にダブルクロスポイントがあります。1番線と2番線は駅を出てすぐに合流しますが、3番線との点線は、駅から少し離れた場所になっています。左右の壁面を見ると、コンクリートが削られたような跡があるのがわかります。ポイントを抜けると列車は加速し始めますが、フルスピードとはまだ遠い速度。徐々に速度制限は緩和されていくものの、地図にもあったグネグネぶりは、スピードアップの障害になっています。ここはもともと、玉川上水が流れていた場所。尾根筋に作られた玉川上水はグネグネと曲がっており、それに沿って京王線が敷かれたため、カーブが連続しているのです。そして、京王線新宿駅から 1.6 キロほどの場所で中央の柱が右にずれると、線路の間に、ホームのような構造物が、端にフェンスがあるこの構造物が、1978年に移設されるまでこの場所にあった、旧初台駅の遺構です。側面から見た様子がこちら。ホームだけでなく階段の跡も残っており、40年余り経つ今でも当時の面影があります。ただしホーム自体はかなり短く、あっという間に通過です。遺構を通り過ぎたところで上下線が合流しますが、トンネルには中柱がなく、対向の重量編成の側面がしっかり見えます。中柱のない複線箱型トンネルというのは珍しいものです。ところがその先で中柱が出現し、よくある複線箱型トンネルに戻ります。駅跡に目が行きがちですが、短距離の間にコロコロと変わるトンネル構造にも、いろいろ事情がありそうです。列車はさらに加速し、駅跡から1キロほどの場所で、地上の光が見えてきます。右側が壁になっているこの場所で、京王新線の線路が上下線の間に合流し、線路が4本並んで高架線へと抜けていき、次の笹塚に到着です。京王本線と京王新線のホームが離れていた新宿駅に対し、笹塚は2面4線で対面乗り換えができます。序盤で見かけた看板に笹塚の文字がなかったのは、新宿駅で改札に入り、新線新宿のホームから笹塚まで行くメリットがないからです。内側線に停車しているのが、都営新宿線の列車。都営新宿線は新宿までですが、乗り換えの利便性の関係もあり、笹塚行きが一定数あります。そういえば初台駅の跡はしっかり残っていたのに対し、幡ヶ谷駅の遺構は見当たりませんでしたね。上り方面の発車案内では、乗り間違いを防ぐため、京王線新宿行きと案内されています。この駅では、駅の手前に渡り線がない下り列車はもちろん、上り列車も内側と外側で系統が決まっています。駅名板も表と裏で字駅の表示が違い、案内表示も片方の表記しかありません。上り列車で、先ほどの区間をもう一度走ります。他の3線がトンネルに突撃する一方、この線路だけが異なる線形を描きます。奥で上り勾配になるように見えますが、線路は水平。この間に隣の3線は地下に入り、この線路だけが踏切を通ります。ギリギリの位置関係が痺れますね。踏切を通るとまた下り勾配になり、遅れてトンネルに入ります。この間に新線は左に抜け、大通りの下へ移動、次の幡ヶ谷駅に到着です。そして、京王本線の下り列車で見てきた光景や、駅跡が一つしかない理由は、この複々線区間の歴史と大きく関わっています。ただしその発端は、京王新線が開業した1978年ではなく、その15年前です。
1963年、昭和38年4月、それまで地上にあった京王線新宿駅は地下に移されます。ただしこの時地下化されたのは、現在の地下線全体ではなく、新宿駅から900メートルほどの区間でした。そしてこの区間の経路は、地下化の前後で少々ずれています。現在の地上の様子がこちらです。今では想像もつきませんが、中央奥の新宿駅を出た後、線路は急カーブで交差点を斜めに横切り、道路の真ん中を西に進んでいたのです。道路の真ん中を走るところは地下化より前に専用軌道化されていましたが、巨大な交差点の真ん中に遮断機をつけることもできず、危険性が高かっただけに、いち早く地下化されたようです。現在でも新宿駅手前のカーブは急ですが、線路が南側に移されたことで、地上時代よりは緩やかになっているのです。そしてこの時京王線の路面区間は全廃され、竣工当時5面4線すべてが乗車用と降車用に分離された施設を有する新宿駅と、同年にデビューした5000系により、京王線のイメージは大きく変わります。その翌年、64年6月には、京王線の地下区間はさらに伸ばされ、初台駅が地下に移ります。この時の線路は、初台駅から300メートルほど先で地上に出ており、次の幡ヶ谷駅は相対式の地上駅でした。それから14年後、78年10月に、京王新線が開通します。この時、地下にあった初台、地上にあった幡ヶ谷は、両方とも新線に移されました。当初新線は初台駅の先で京王本線に合流し、笹塚までの間は高架とする計画でしたが、沿線住民から日照権などの懸念が出されたことで、幡ヶ谷駅の先で合流し、ギリギリまで地下線とするルートになりました。大通りの真上にある高速道路と並行して工事が進められ、オイルショックの影響を受けながらも、京王新線は開業を迎えます。一方、京王本線の最後の地下化は、新線開業の5年近く後、83年7月。それまでは、中柱のない箱型トンネルのところで地上に出ていたのです。よく見るとトンネルの幅も異なっており、構造の違いが伺えます。幡ヶ谷駅の跡が地下線にないのは、幡ヶ谷駅の前後の区間が地下になったのが、駅自体が新線に移設された後だったからです。今では仲良く並んでいる3線のうち、京王本線の下り線だけは、地下化が完了するまで、京王本線の上り線と同じく地上につながっていたのです。一方、いち早く地下化された京王線新宿駅でも、波乱の歴史が続きます。開業時のホームは、18メートル車6両分しかなく、その後の輸送力増強のため、ギリギリのスペースしかなかった下り方にホームを伸ばすことになり、線路を一つ減らした上でホームが延伸されました。カーブの上り方にあったポイントは下り方へ移設され、ポイント部分の勾配を抑えるため、勾配が上り方に寄せられました。駅を出た直後に急勾配があったのはこのためであり、トンネルの天井が掘り込まれているのがわかります。トンネルの壁面を壊した跡があるのも、このポイントが後から移設されたものだからです。一方、大工事を経て重量対応にした新宿駅に対し、初台駅のホームを伸ばすには、トンネル全体の拡張が必要でした。初台駅が新線に移されたのはその工事を避けるためで、幡ヶ谷駅の前後では本線の線形が悪いため、幡ヶ谷駅も同じく新線に移されたようです。京王線新宿駅が重量対応になったのは、1982年10月。一方の京王新線は、78年10月の開業時、途中駅も含めて重量対応だったため、改築中の京王線新宿駅より先に重量が乗り入れ、混雑緩和に貢献しました。優位性が発揮されたのは4年程度ですが、輸送量が急増していた当時、京王新線は、京王線を都営新宿線と結ぶだけではない、大事な役割を担っていたのです。ここから、新線に移設された、初台幡ヶ谷両駅を見ていきましょう。幡ヶ谷駅は一般的な相対式ですが、真上の高速道路と一緒に建設されたためか、トンネル中央の柱と壁の作りが独特なスタイルになっています。そして大半が直線的になっているこの駅、すぐ下り方で京王本線の間に入るため、急勾配の中で S 字カーブを描いています。前面展望にもあったトンネルの出口から漏れる光が、ホームからもよく見えますね。一方の初台駅は2階建てになっており、上り線が上、下り線が下です。この上に高速道路のジャンクションがあり、横に広い施設にできなかったようです。なお、
先ほどちらっと映っていたホーム端の設備は、開業後に列車数を減らすために設けられた通風口で、反対側の端にも同じものがあり、もう一方のホームを発着する列車の音が筒抜けです。そして両駅の違いは、構造だけではありません。初台駅の接近メロディーは、他の駅とは異なっています。これはオペラの曲をアレンジしたもので、近くにある東京オペラシティにちなんだ選曲です。オペラシティの案内は新宿駅の看板にもありましたが、初台駅は新国立劇場の最寄りでもあります。このような施設が近いこと、幡ヶ谷駅は笹塚駅が近く駅制圏が狭いことから、乗降客数は初台駅の方が多く、およそ2倍程度の差がついています。そして初台駅の近くには、さらに昔を偲ぶ遺構があります。それが、駅の南にあるこの場所。地上時代の京王線の線路跡は、多くが歩道などとして残っています。歩道が道路と交差する場所には、海星橋と書かれた欄干の跡が。これは、玉川上水があった頃にかかっていた橋の名残で、初台駅自体も、開業から5年余りの間、海星橋という駅名でした。そして新線側の初台駅が建設された際には、本線にあった旧初台駅の設備を生かした動線が組まれました。旧ホームへつながる通路は塞がれてしまいましたが、駅構内の隅には古い側壁がわずかに残っており、一昔前を偲ぶことができます。変わった地殻感ですが、地上と地下に残る遺構をたどってみるのも面白そうですね。ご視聴ありがとうございました。